するとですね、柱をすべて壊してくれると。その他の建材は残るので、はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルアセンディットやっていきます。本日はですね、建築税必見、超便利モッド、クリエイティブモードプラスベータ版をお送りいたします。今回は珍しくモッドのご紹介となります。建築税の方、建築の研究であったり、試作であったり、クリエイティブモードを使われている方は多くいらっしゃるかと思います。今回はそのクリエイティブモードをより便利に効率的に使いやすくするためのモッドのご紹介となります。制作者さんはキャプテンファットドッグさんというトラップ制作でも名前を聞かれた方多いかと思うんですが、海外の建築税の方になります。ご自身使われていてより便利にしたものかと思いますので、かなり使いやすく便利に改善されておりますので、クリエイティブモード使われている方はかなり気に入っていただけるものかと思います。私も検証であったり建築であったり、かなりクリエイティブモードを使っているんですが、実際紹介を見てこれは超便利ということで今回ご紹介させていただいております。建築税の方ももちろんなんですが、これから建築をしてみたい方、その他、検証などを行っている方もですね、かなり便利に、効率的に利用できるものになっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。今回は初心者向けにクリエイティブモードとはから順番にご紹介していきまして、クリエイティブモードプラスの使い方までこの機能とともにご紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。普段ですね、アークについてトラップ動画、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアル、アークストーリーなどアークを楽しむコンテンツをご紹介しております。ちょっとでも面白かったよとか役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、まず初心者向けにクリエイティブモードとはからお話ししていこうかと思います。クリエイティブモードもう使ってて知ってるよっていう方に関してはチャプターで飛べるようになっておりますので、次の章からご覧いただければと思います。まずクリエイティブモード、初期状態では使えないものになっております。スタート画面からゲームを作成または再開。このローカルサーバー、非専用サーバーを作る画面からゲームのルール。この下の方にクリエイティブモードを表示という欄があります。これをオンにしていただきます。そしてそのまま始めるか設定を保存。そしてスタートしていただきます。そしてゲーム内に入ったらポーズメニュー開いていただいて、ゲーム再開とかの欄の中にクリエイティブモードの有効化、無効化という欄ができます。これを有効化になっている場合は押していただいて、この表示が無効化になった場合はクリエイティブモードが入っているということになります。この状態でクリエイティブモードが使えるようになります。クリエイティブモードを入れることによってできることが増えます。基本的にはチート能力になっておりますので、あくまで建築とか研究であったり、建築のみ楽しむためのモードになっております。サバイバルするのに使った場合はかなりチートになりますので、お勧めしません。あくまで建築の実験とかですね、試作をする上で使っていただければと思います。変わることなんですが、まずステータスが変わります。ステータスは体力500固定。そして重量に関しては表示上 99,999 となっておりますが、基本的に何を持ったとしても重量は0のままなので、重量上は無限に持てるということになります。もちろんインベントリーに持てる量の上限はあるので、それ以上は持てないんですが、重量的な持てないっていうところはないです。その他
酸素は水中でも減らないです。あと、暑い、寒いを受けるんですが、デバフ関係も受けません。そして、こういう溶岩などのダメージも受けません。その他、恐竜からの攻撃をデバフを含めて受けることもありません。無敵の状態になります。その他、ジャンプボタン2回押しでこのように飛行能力を得ることができます。通常は速いスピードで移動ができまして、パソコンであればシフトボタンに当たるんですが、ダッシュボタンを押すと通常の歩行もしくはダッシュスピードになります。ここから戻るのは一回解除してもう一回入れば元の速いスピードで移動することができるようになります。これは水中でも飛行可能になっておりますので自由に動くことが可能です。もちろん解除すれば普通の泳ぐ状態。もう一つクリエイティブモードのゆえんとしてこのようにエングラムがすべて解放されます。もちろんクリエイティブモードの間だけになりますが、すべて作ることが可能となります。そして制作のところでもこのように手元で全て作ることができるようになります。このように旋盤であったり、化学作業台であったり、作るものに関しても、エングラムで作れるものに関しては、基本的に制作することができます。例えば、ポンプアクション式ショットガンなども作れますし、弾薬も作ることができます。制作に関しては、一発ずつではなくて、基本20個ずつ作れるものになりまして、スタックしないものは1個ずつですし、一部制作関係、建材などに関しては、巨大門などに関しては5つずつということになります。あと制作とちょっと違うかもしれないですが、今20発しかないんですが、ショットガン6発ずつ補充できるんですけども、撃ってリロードしても20発は変わりません。弾を作らないと使うことはできないんですが、弾薬の消費をせずに撃つことは可能です。リロードは必要になりますけどね。もちろんテック装備であったり建築系のものも作成することが可能です。なので自由に建材を作って建築をすることが可能です。あともう一つがですね、ちょっと知らない人もいるかもしれないんですが、例えば今作った巨大門などを設置したとして、これですね、レティクル合っている状態で、ちょっとプレイステーションの場合あったかどうか忘れたんですが、PC 版の方に関してはですね、G ボタンを押していただくと破壊できます。これは生物には効かないので、建材のみ破壊できるんですが、これをしていただくことでリソースを取らずに破壊することができます。また、生物と一緒にいる時でも間違って生物を倒してしまうっていうこともないので、安心して破壊することができます。ただし欠点として狙っているところと別のところを壊してしまう場合もあるので、できればレティクル合わせて破壊をしていただいた方がいいかと思います。PC 版の方は右クリックでレティクルが出せます。ちょっとコンソール版はわかりません。もし出ない場合でも、このように銃とかポットとか構えていただくとレティクル出てくるので、ASE のプレステ4でやってた時代はポットを構えてやってましたね。もう一つ、クリエイティブモード独特のものとして、この管理者ブリンクライフルというのが手に入ります。これもクリエイティブモードの時のみ使えるものになってます。これを装備するとライフルのような見た目になるんですが、3つのモードが使えます。青い最初のモードはブリンクということで瞬間移動できます。これ使いすぎると落ちます。溜まったりとかした時に移動したり、あとは洞窟とかから直線上に抜ける時とかにも使えます。レティクルが合っているところに瞬間移動するというものになってます。次、インセクトとなってるんですが、このようにですね、アセットの情報を取得したりとか、生物の情報を取得したりすることができます。左クリックしていただくことで固定することも可能です。3つ目の能力としてデストロイ、赤い状態になりまして、これは建材とかであればこのように線が出まして赤いすることができます。その他生物に関しては
同じように名前が出まして、これは殺害することになります。死体として掴んだりとかできます。基本的にこれに関しては構え直したりするとですね、ブリンクに戻ります。ちなみにペットに乗っているときはペットも無敵の状態になりますが、降りるとペットはダメージ食らうようになりますので、自分だけのものになります。ペットに入っている重量は減らないので、サバイバーに持たしたらゼロになるので重量が軽くなるということにはなります。ちなみにクリエイティブモード、死んでしまったり、ファーストトラベルを使ったり、リスポーンしたり、ログアウトするとクリエイティブモードはオフになります。オフになればテックのエングラム取ってなければ持ってないことになりますので、トランスミッターであったりアクセスすることができません。もちろんテック、スリープポットも使えないということになりますので、寝てる間のスリープポットの経験値などは得れないということになりますのでご注意ください。以上が簡単ではございますが、クリエイティブモードのご紹介となります。ここからはメインのクリエイティブモードプラスのご紹介となります。まずはモッドの導入に関して、スタートメニューから入っていただいて右側、モッドリスト入っていただいて、モッドの閲覧。ここでそのまま検索してもいいんですが、カテゴリーとしてはジェネラルという部分になります。ここで検索のところにモード MODE と打ち込んでいただくと、このようにクリエイティブモードプラスベータと出てきます。もちろんクリエイティブモードって入れていただいてもいいんですが、一番検索しやすいかと思います。ここに説明も載っているわけなんですが、これに関してはですね、後ほどご紹介させていただきます。ここでインストール済みなんですが、インストールをしていただければ、モッドを導入することができます。次に有効化しないといけないので、ゲーム開始をしていただいて、このモッド設定をしていただいて、利用可能なモッド、この中にクリエイティブモードプラスベータがあるので、これをモッドを有効化をしていただいて、クリエイティブモードプラスのところにアークのマークが出れば OK です。そして有効なモッドというところの中にクリエイティブモードプラスが出てきますので、これで適用されている状態になりますので、あとはシングルプレイヤーで再度スタートしていただければいいです。これでクリエイティブモードプラスが実行された状態となります。能力に関してはいくつか分かれているものになりますので、順番にご紹介していこうかと思います。まずは先ほどご案内した通り、クリエイティブモード、リスポーンしたり、ファーストトラベルしたり、あとログアウトしたりすると、クリエイティブモード、一旦オフとなるんですが、クリエイティブモードプラスが有効になっていれば、クリエイティブモード継続したままになります。いちいち入れ直さなくても、クリエイティブモードは有効化された状態となります。左側のセッティングはまた後でご紹介させていただきますね。もう一つ、このように管理者ブリンクライフルとは別に管理者ガンというのができます。主にはこの管理者ガン機能となるんですが、見た目がハンドガンになります。こっちを使っていただくと、クリエイティブモードプラスの目玉の能力が使えるようになります。この段階で管理者ガンで使えるのがデストロイとインセクトになります。管理者ガン扱いに関してなんですけども、少し元のライフルとは違って操作が異なっております。まず切り替え、通常が右クリックだったんですが、右クリックはこのロックのボタンになっております。デストロイの対象を固定するためのボタンになっておりまして、切り替えではありません。そのためですね、ボタンがリロードのボタンに変わっております。デストロイとインスペクトの切り替えは R ボタンになっております。インスペクト、アセットの座標や内容、あとは生物情報なども見れるんですが、先ほどと違って少し見やすくはなってます。またここの見やすさはですね、改善予定があるようなので変わってくるとは思うんですが、
特にロケーションとかの部分が先ほどより見やすくなっているかと思います。先ほどのライフルはこの表示になってるんですが、ガンだとこういうまとまった表示になりますので、かなり見やすくなります。生物のステータスはそんなに変わりないです。より今後見やすくする予定もあるようでございます。主に使われるこのデストロイなんですが、先ほどと違ってかなり何を選んでいるかが分かりやすいようになってます。間違って壊してしまうっていうところがさらに少なくなってくるかと思います。こっからですね、さらに大きいところとして、まずは対象に対して円形にですね、範囲設定がされます。まとまって削除することが可能となります。さらに右クリックをしますと対象物をロックすることができます。今はこれ4枚壁に対してロックされているので4枚壁だけが選択されています。種別になるので例えばロック解除して土台だけにすれば土台だけを削除します。土台の場合は上も消えてしまうと思うんですが、例えば分かりやすく建材変えて木材にしたんですが、壁の間にこのように柱を張っていたとします。柱だけやっぱいらないなって壊したいなっていう時出てくると思うんですが、この場合まず柱をロックしていただいて範囲を広げていただく。するとですね、柱をすべて壊してくれると。その他の建材は残るので、これかなりですね、便利になってくると思います。まとめて壊せるっていうのもだいぶ有効的ではあるので、結構ですね、建築とかでこのように試作でいろいろ作ってみたりとか、試しで作ってみたものですね、壊す部分もあると思うんですが、足元だけ壊すっていうのもあるんですけど、これだと範囲でまとめて消せるので、だいぶ便利になります。一気に土台引いたやつもちょっと最大これだけなので全部選んで壊していけると綺麗に掃除することができます。昔作ったやつとかやっぱり作り直すっていう時ですね、結構破壊が大変だったりするので、特に大きなものを作ってた場合って一個ずつですね、土台とかは壊していかないといけないので、上はまだ下壊すとまとめて壊れる場合あるんですが、今のように大きく土台を引いている場合ですね、結構壊すの一個ずつだと大変になってくるので、こういったまとめた処理っていうのはだいぶ楽になります。その他ですね、検証系の人に関しても、これは今回用に出したんですが、検証に一部の生物を大量に生み出したりとかですね、卵を産んだりとかいろいろする場合あると思うんですが、これもですね、もちろんロックすることはできるので対象生物を固定することもできますし、今回混ざってないんでどっちでもいいんですが、まとめてデストロイすることが可能です。野生生物はデストロイコマンドで削除することをまとめてできるんですが、そうでなくてもこのように範囲指定、生物指定しながらですね、消せるのもありますし、特にですね、自身のペットとか検証用に大量に出した時を処分するのって結構大変だったりするんですが、死体も残るので死体の処理もしないといけないので、ここに関しては完全に消去されますので、後片付けが楽になります。ロック機能あるのもそうですし、エリア範囲できるのも、これかなり画期的で便利な機能になるので、検証系、建築系されている方は感動される方が多いのではないでしょうか。自分は感動しました。故にちょっと紹介しとこうと思って今回紹介しております。そしてブリンクが消えていることに気づいている方も多いと思うんですが、ワープ機能に関しては別になっております。マップを開いていただいて、通常ピン打ちあると思うんですが、ピン打ちするときこのようにここに行けみたいなピンをマップ上でも打つことができるんですけども、このピン打ちのところでですね、真ん中にワープボタンができておりますので、これを押すことによってこのように対象の場所にワープすることができますが、今ちょうど埋まってしまいましたね。場合によってはちょっと木に埋まったりとか、画表によってあるかもしれないんですが、自由にマップで選択した場所にワープすることができます。
座標分かっていればそこでもいいですし、ウェイポイントを設定しておいて、そこに合わせてピン打ちでワープしていただければと思うんですが、一応ピン打ちわからない方のためにご紹介しますと、ホイールクリック、ホイールの真ん中ボタンを押していただくと、ピン打ちできるようになってます。これはもともとできます。その真ん中にワープボタンができるというものになってます。もしピン打ちできない人は、このホイールクリックだけなので、マウスのホイールクリックを別のボタンに変えている方はちょっと使えないことになってしまうので、そこはマウス設定を変えていただければと思うんですが、これで使うことができます。基本的に瞬間ワープが自由にできるようになるので、これもかなり便利になるかと思います。各所に平らなところでですね、建築研究しているような場合とかですね、高速に移動できるようになりますので、これもかなり便利になるかと思います。そして、先ほど見ていたエスケープボタン、ポーズメニューの左側にクリエイティブモードが入っていれば、このようにクリエイティブモードセッティングっていうのが出てます。これ、無効化にしているときは出ていないので、あくまでクリエイティブモードを有効化にしていれば出てきます。3つの切り替えがありまして、まず一番上なんですが、このようにヒドゥンになりまして、プレイヤーの姿が消えます。おそらく建築する上でプレイヤーが被って見にくい時用の設置する場合のモードだと思うんですが、プレイヤーの姿が見えなくなります。次、ストラクチャーディスターエフェクトになるんですが、エンアブビリド切り替えると、例えば柱があったとして、この状態だと柱が壊れたエフェクトが出ます。こっちの D から始まる方ですね。選んでいただくと消えます。壊れた演出なく消えるので、大量に壊した場合に関してはですね、結構破壊アクションだけで重かったりするので、一気に消したい場合とかは破壊エフェクトなしにしておいた方が軽く済みます。基本的にはこっちでいいと思うんですが、破壊アクション見たい、エフェクト見たいよっていう人は、こっちの E からの方にしていただければと思います。次、3つ目、クリーチャーデストロイアクションになってるんですが、これデフォルトはデストロイになります。デストロイの場合は、先ほどのように、ちょっとかわいそうなんですが、カワウソくんやると、これも消えます。こちらのキルに変えると、ライフルと同じように殺害になります。なので死体が残るっていう状態ですね。これは使い分けをしていただいて、単純に処分したい、消したいだけであれば、デストロイの方で、死体を使いたい場合、例えば肉を取りたいとか、カワウソテイムで魚の死体がいるとかいう場合は、このキルの方を使っていただければと思います。通常キルにしてると、どうしても死体を処分しないといけなくなるので、ちなみになんですが、先ほどのクリエイティブモードで G ボタンの削除に関しては、キャッシュのカバンも消すことができます。これがクリエイティブモードセッティングになります。いくつか改善される部分は今後も出てくるかもしれないですが、現状はこの3つのモードの切り替えとなります。状況に合わせて切り替えていただければと思います。以上がクリエイティブモードプラスの機能となります。はい、ではいかがでしたでしょうか。本日はですね、超便利モッド、クリエイティブモードプラスのご紹介でした。かなりですね、この手に持っている管理者が便利なものになっておりますので、建築税に限らず、いろいろ実験等使い方、検証している方などに関してはですね、かなり有効的に使えるアイテムとなっておりますので、ぜひご活用いただければと思います。いろいろ建築頑張ってみたい、試作してみたいっていう方に関してはですね、クリエイティブモードご活用いただいて、いろいろ試作、建築、研究していただければと思いますので、頑張ってみていただければと思います。その他、検証に関してもですね、いろいろ便利になりますので、検証に関してはその他、生物のコマンドであったり、いろいろあるとは思うんですが、便利になってくると思いますので、検証税、トラップ税、建築税増えていただけるとですね、自分も助かりますので、ぜひですね、ご活用いただければと思います。
最近ちょっと増えてきてありがたいところではあるんですが、どんどんですね、新規アーク参入者に少しでも便利な情報をですね、皆さんが協力して共有していただければですね、新規参入者も入ってきやすくなりますし、また楽しめるかと思いますので、ご活用いただいて、また情報共有、研究、いろいろですね、そっち側でも楽しんでいただければと思います。その他ですね、また建築関係に関しても建築チュートリアルであったりとかですね、いろいろ出していこうかと思っておりますので、ぜひチャンネル登録してお待ちいただければと思います。では本日は以上となります。アークについて困ったことがあれば、ここのチャンネルに来れば解決できるチャンネルを目指して頑張っておりますので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。応援したいよっていう方はメンバー登録もよろしくお願いいたします。その他、Twitter や Discord などアークに関わる情報発信、コミュニティなども行っておりますので、詳しくは説明欄ご確認いただければと思います。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。